お願いします。はい、はい、貨幣論の専門家として語ります。まずお金って何かみたいな、お金、そうね、お金はそのそうね、お金はいろんな人がいろんなことを言うけどね、僕が思ってるのはものすごい難しく言うと、丁寧に言うと、多元的多層的な価値を一次元である数字に畳み込んでコミュニケーションしやすくした匿名的媒体っていうのが正しい定義だと思っていますと。で、いわゆる経済学の授業に出ると、貨幣が価値の尺度であるとか保存機能であるとか、そういう聞くじゃない。でもそういうのはなんかそれは違う違う。他にも基準があるし、で価値の尺度を本当に表しているわけではないかったりもするよね。価値を貯蔵できる、いやほんまかいなって貯蔵できない、インフレが起こったら。だから、基準にもならない。それも為替によっても変わるし、物価によっても変わる。つまりそれらは貨幣が持っているある種の特徴ではあるけど、貨幣を定義しているものではないんだよ。貨幣の定義は唯一無二であって、あらゆる価値をその数字という一点に畳み込んでコミュニケーションしやすくする、価値コミュニケーションしやすくする、取引しやすくするっていうことが貨幣の本質なんだよ。だからあらゆる価値を数字化したものっていうのは、その貨幣たると言えるわけ。ビットコインもその価値が畳み込まれて交流されるという意味では、コミュニケーションされるという意味では貨幣だし、株もそうだよね。株価もそうだと思うし、株もそうだと。であらゆるものが貨幣たりうるというか、マネタリーっていうんですかね。何が畳み込まれてるんですか？それを先に言うかお金の問題に関して最初に話をした方がよくて、で大体その6つぐらい分かれると思うんですよね、お金の問題って。一つはお金が格差の問題なんだけど、偏ってるよねと思ってる人が、偏ってるよね。貧富の差みたいなやつ。貧富の差、格差を生んでるよねと。でそれによってそれぞれの人の人生の可能性が閉ざされることもあるというのが、偏在っていうんだけどね、偏りがあるという偏在の問題があって、これ1980年ぐらいは 20% の人類が 80% の富を持ってたみたいなことを言ってたんだけど、で90年代2000年代に入ると 1% の人が 99% の富を持っているって言われたわけ。ビル・ゲイツとかね。格差が広がっているんですね。そう。でも今や 0.01% の人が 99.99% 持っている。でそれぐらい広がっているわけであって、ゲームとして見たらもう終わってるわけだよね。オセロでいうと、だってもうあと首都が1個しか残ってないみたいな勝ち目がない。勝ち目がないっていう、格差と偏在に関しては勝ち目がないっていう状況になっているっていうのがまず偏在の問題が1個目、で2個目がね、いわゆるその先進国っていうのは、民主主義になってた。民主主義っていうのは1人1票を持っていて、投票権を持っていて、それによって社会システムを変えたりとか、憲法もそうなんだけど、社会の意思決定の合議制にしているんだが、その合議制のための1票をみんなが持っているというのが民主主義だよね。ところがこの資本主義、ごめんなさい、資本主義というのは貨幣経済、お金が蔓延すると、あれこれなんかこの票はお金で買えるんじゃないかというか、お金で買えるんですか？いやお金買いやすくなってませんか？はい。もちろんお金をばらまいて投票しろよっていう直接的なものでなかったとしても、なんかいろんなね、その土地も含めて、そこに所属していると当然そこに雇われていますよとなったりとか、祖母がどうのこうのとかなったりとか、組織票になったりとか、もちろんあとは僕が大統領になったら配るけどねみたいな微妙な感覚で、アメリカだったら特に拳銃だよね。拳銃のライフル協会
だったりとか、強い、日本だと医師会とかね、いろんなこと言っちゃいけないんだけど要するに固まっているところに対してお金が配られるよねっていう前提のもとに、タクシー業界とかね、何でもあるんだけど、そこのもとに動いているっていう意味では、そのお金に支配されて票が動いてるじゃないですか。だから民主主義を駆逐してるんだ。つまり民主主義、なんか信念に基づいて投票するっていうものが実はお金に基づいて投票してるよねっていう意味で、民主主義が危機にさらされるっていうのが2つ目の問題かな。1つ目は偏在で、2つ目は民主主義の危機、3つ目は何だろうね、そのお金、特にそのお金を発行する側の意思決定というのがかなり少数の人によって限られている。例えば日本だと日銀の総裁だったりとか、それよりもおそらく偉い人がいて、もちろん首相がいて、首相の影響が本当は分断しなきゃいけないんだけど、影響のもとに国債が発行され、つまりお金の担保となっているその借金が発行され、そしてお金がばらまかれるんです。でアメリカでも当然 FRB っていうのがあって、連邦準備銀行っていうのがあって、でお金が発行されると。つまりお金を作る、ガチャンガチャンガチャンと作って、それがデジタルであろうと紙であろうと流通させるというものが一部の人たちによって決定されているという意味での、不公平な問題っていうのがあるよね。この信用創造っていうんですけど、信用創造のその独占、課税、ちょっと難しい言葉で言うとね。で本来であればその価値を、さっきの民主主義の問題に近くなるんだけど、お金が自由発行論っていうのを、貨幣自由発行論っていうのは昔からあって、で価値を持ってたりとか信用を持っている人はみんな手形としてお金を発行してもいいんじゃないかっていう世界っていうのはずっと経済学者は唱えてきたんだけど、どうにもこうにもそこはこう支配されているという、問題ですね。お金を持っている人も加勢されているし、発行する人も加勢しているっていうのが、要は格差を生む構造になっているし、日本でもその今もこんなに苦しんでるのは、申し訳ないけども、そのやっぱり僕はずっと反対してたアベノミクスの問題があってという意味での、貨幣発行だよね。膨大に発行された貨幣というのが、うまく使われないで、腐ったと。日本の場合特に二重経済といって、お金を吸ったとしてもそれが上層部に溜まっているんだよね。それがせいぜい都市銀行の中に溜まっていて、でそこから融資をしたりとか投資をするっていうお金の流通がないから、新しいクリエイティブなものとか冒険的なリスクが高いものに対してお金がつまりエネルギーだからお金が流通してないということによって、で結局その庶民というか僕らに対してはお金回ってこなかった。で上へ止まったと。で上へ止まるとどうするかっていうと、今度その止まったものっていうのは奢侈品っていうんだけど、贅沢物とかに行くんだよね。はい、贅沢物のことを奢侈品っていうじゃないですか。ちょっと難しい感じかもしれないですけど、でそれが何かっていうと株と不動産なんだでそうやってバブルって作られるわけ。要するにバブルができるっていうのは、お金をうまく使えない人がなんか金を買ったりとかダイヤモンド買ったりとか無駄なことに、無駄というかその見栄だったりとか、実質的に機能しないもの、あるいは社会的な価値を生まないものに対してお金が回ることによって、そこがロレックスだとかね、で起こるのがバブルってやつですね。だからみっともないんだよね。でエネルギーとしてお金吸ってるのに、それがその、結局なんだろう、フェラーリとかポルシェとか要するに排気量が高いんだけど、無駄というかその、車の機能としては無駄なんで、そういうものに対してお金が回ってしまうという社会が作られる。それは奢侈品だよね。贅沢品のこと。で結局そのじゃあ銀行とかを通して貯まったお金が、それがその土地と、つまり不動産とその株に影響して、だから株価の東京の土地も高くなり、そして家賃も高くなり、で株価もなんか4万円超えたりとかするのは恥ずかしい話なんですよね。恥ずかしい。いやみっともないでしょ。だって、みっともない金満的な、つまり必要だと思って吸ったお金が何のために必要だったかって言ったらば、
産業の新陳代謝だったりとか人々の生活が豊かになるというか、過ごしやすくなることでしょ。でもその二重経済になっていて、上のピラミッドと下の人たちの間に大きな差がついちゃって、で下に行かなかったがゆえに新しいクリエイティブなものを作れなかったわけだよね。結局この30年、30年とは言わないけどね。でそれはその産業、3つの矢っていう覚えてない、誰も覚えてない言葉があるんだけど、なんか社会でやった気がするような、財政出動とかね、産業創造とかね。でも金融、つまりお金をすることしかできなかったわけで、これはクリエイティブじゃないっていうかさ、お金はするのは誰でもできるけど、新しいものを作るっていう産業創造は誰でもできるわけじゃなくて、そこにお金がいかなかったっていうことはすごく残念だったよね。これが3つ目かなの問題で、信用創造、つまりお金をするっていう権力、それ信用立地っていう言葉を使うんだけどが独占されているっていうのが貨幣っていうかお金の問題の3つ目だよね。で4つ目かな。4つ目は本当にそのお金は価値の移して出しているのという問題があって、もう一回いいですか。お金は本当に価値とをきちんとその表しているのっていう問題があって、これはグラフを見てもらいたいんだけど、そのこう1ドルあたりの1円あたりに直したのかな、1円あたりの社会的な価値とその年収だなをこう比較したグラフを多分出してくれると思うんだけど、比例してないんだよね。つまりこれはさっきのお金のその信用立地の時に話したものと同じなんだけど、いい仕事をしていること、社会的な価値があることだとそのもらえる給料っていうのは比例してないっていう。今だとね、介護の仕事とかエッセンシャルワーカーとかなんかそうね、もうかなりそれが明らかになってきていると思うんだけど、そうするとじゃあ何なのって、お金って何なのっていうさ、特に人間の労働に対して労働でもいいし、価値でもいいんだ。でもそういうものに対してもらえるお金とかが入ってくるお金って比例関係にないんだよね。じゃあ一体その人に対してその人間というのは個性と社会性の掛け算で生きているので、社会性、つまりその社会とか他人に対する貢献の中で関係を作っているじゃないですか。でその個人が個人であるというその存在のアイデンティティとコラボレーションできるという掛け算でマンモス倒してるわけじゃないですか。当たり前なんだけど、だってフィジカルで勝てないけど、3人によってそれがチームワークすると、マンモス倒せますよと。足が速いやつがいて、力が強いやつがいて、で目がいいやつがいて、頭がいいやつがいて、でそれがコラボレーションなんだよね。だから個性の確立とコラボレーションで、これが人類の最大の武器であって、コラボレーションのためにコミュニケーションがの価値、流通ツールが必要で、そのためにお金を使ってきたわけじゃないですか。これが貨幣経済システムというか、でこの何百年間か続いてきたものだよね。だから価値流通としてそのお金がうまく機能してないよねっていう、それが問題の4つ目かな。要するに労働が社会的価値とそのもらうお金が見合わないよっていう。日本に限らず。日本に限らず、むしろその海外、さっきおっしゃったそのエッセンシャルワーカーとかの給料が低かったりとか、逆にその広告代理店のそのマネジメント、社長とか役員とかがもらいすぎ、あれはその広告で出るもの、テレビ広告の8割は生活に無駄なもの、もしくは健康を害するものじゃないを押し売りするっていう、それはだからつまり公衆衛生に反するというか、人の寿命を減らすんだよね。テレビ広告の8割はなんつうの、社会的にマイナスなものを押し売りするものじゃないですか。いいものなんかないわけ。逆にその SNS で回ってくる広告の8割は詐欺だったりするんだけど、いずれにしてもそれだけ、そういう計算の仕方をしてるからなんだけど、社会的な負なものを提供してるけど、そのお金いっぱいもらってるよねっていうのが広告代理店だったりのマネージメント
だったりするので、そこはすごくレートとして低くなるっていう。うんで真ん中あたりに弁護士とかがいる。で税理士は悪い方向にいてそれはです社会的にその税理士の立ち位置がやっぱりその税金を減らすっていうことになるからじゃないかな。でそれは公共その金持ちの税金をどれだけ合法的に圧縮するかっていうところにあって、それは社会にこう還元するお金が減るっていう意味で、その手助けをする税理士の方が低いっていうのは多分そういうことなんじゃないかなと。で弁護士はフェアというかギリギリフェアでそのもらっている金額と出している社会価値がそのイーブンの関係にある、関係にあるっていうことで。そうだね、5個目6個あるからそう覚えてますか。最初に言ったのがまず偏在の問題、要は 0.01% が99.99% 持ってたりとかするので、あと民主主義イコール資本主義なんじゃないっていう、民主主義イコールお金で買える標語なんじゃないのっていうのが2つ目の、ポイントだったと思うんでね。で3つ目はお金を発行してるのもちょっと一部の人に限られてるんじゃないっていう問題で、4つ目は価値流通、つまりそのお金と労働は合ってないんじゃないっていう問題で、5個目はその価値創造とお金合ってないんじゃないっていう問題があって、でこれは特にその投資家だったりとか金融、僕はその M&A の業界にいたからなんだけど、すごくその嫌い嫌いだね。それをやってた立場じゃないので、言葉選ばずに言えば、詐欺だと思っていて、それはどういうことかっていうと、例えば投資ファンドとかがやっていることっていうのは、株価を上げればいいわけだよね。まずその買収っていう行為自身がお金で会社を変えるってどういうことっていうか、会社ってその製品を出していて製品を出して売って、お金に変えることをする組織体ではあるけど、その中に承継されている規律だったりとか物語だったりとか、それが作られた経緯だったりとか社会的な意義だったりとかあるわけじゃないですか。でそういうものがその買収という形で、じゃあ300億円ですねとか全部数字化されてしまう、そのウェットな部分とかも含めて、それにまず違和感があったし、で投資ファンドが当時やってたことって今もそうなんだけど、お化粧って言って利益を出すためにちょっとこの視点を削ってみようかとかね、視点を減らすだったとか、購買コストを下げるだったりとか、だから短期的なお化粧をするんだよね。インテリの美容外科医みたいな感じ、すごく短期的にちょっと美人を作るみたいな、でもやっぱ整形顔ってちょっと分かるじゃないですか。本当の意味での価値創造をしている投資家を見たことがない。目指しているけど、それはなぜかというと美容整形とかお化粧した方が楽だから、短期間で利益が出たように見せることができる。まだその視点を減らすとか、仕入れ価格を圧迫して、その仕入れ業者を圧迫して下げるとかいい方であって、もっと会計のシステムをうまく利用して償却っていうんだけど、その利益コストにしなきゃいけないものを繰り延べって言って、そのコストにしないで資産にしたりすることもできるわけ。この辺の話っていうのはまた株の話っていうのをやるけど、合法的な範囲で利益を創出する、あるいは創出しない形で、でも見かけ上の利益を作ることもできるし、でプロであればプロであるほどそこは合法で綿密な設計のもとに利益を作ることができる。素人には見抜けない形でどんな形でも見抜けなかったりする。でそれで株価が短期的に上がれば売却すればいいから、それで巨万の富を得るっていう。巨万っていうのはどのぐらいかっていうと1兆円とかだからね、びっくりするでしょ。10億円で買ったものが1兆円になったりとかっていう銀行もあった。何銀行かとは言わないけど、価値創造ではなく本当大規模詐欺みたいな感じのことが、倫理的な意味ではちょっと考えられないなと思うものが、実際に行われていて、多分あと30年とかもしかしたら50年とかかかるかもしれないけど、捕まると思う捕まるというか、いわゆるコンプラ問題になるんじゃないかなというぐらい病んでるんじゃないかなと思うよね。つまり価値創造とお金は比例しない。いわゆるなんちゃらファンドとかね、
いう人たちに関して申し訳ないんだけど、稼いでる給料とその出してる価値っていうのは多分全く一致しない。まあそれはもっと小さい話で言うと、美容外科医はどうなんだっていうのが医者の間でやっぱりもう問題になるように、プロフェッショナルの中でももうそっち側に行く人はそういう人なんだみたいな感じのニュアンスの持たれ方をしてるよね。まあ、そういうのがある。価値創造とお金はリンクしない。でもね、この5つは大した問題じゃなくて、お金っての定義って最初に話したように、その多次元的多層的な価値を1次元の数字というものに圧縮してコミュニケーションしやすくするメディアだと、媒体だと言ったじゃないですか。つまり数字化してしまうんだよね。数字で語ってしまうと。でそうすると、じゃあ数字で語れなかったものっていうのが畳み込まれちゃっている、漂白されてしまうんだよね。でこれがその貨幣を使ってコミュニケーションする最大の問題だというふうに思うんだよね。でこれをね、甘く見ちゃいけないというか、で僕はその M&A をサポートする側だったけど、気持ち悪いなと思って、こんだけ多くの例えば何千人も関わっている会社が数字で語られて、それを数字でこう取引されるっていうのは人間の所業としておかしいと思ったわけ。奴隷貿易じゃないんだからというか、お金に関してその人はあまり深く考えない。お金はお金であって、あったらいいなぐらいで考えている気がするんだよね。だけど、お金が欲しいとかお金がなくて困っているとか、そういう話とは別に、お金がそのコミュニケーションを支配するってことが人類にとって最悪の状況というか、僕は人類にとって一番の問題は貨幣の存在だと思っていて、お金が嫌いとかね、そういうことはないし、どちらかというとそのお金を得ることに関しては長けてきたタイプのだと思うんですよね。それがゆえにそのお金が持っているその人間が人間たるゆえんを奪っていく過程っていうのを見てきたし、お金という形でさっき言ったその M&A をはじめとして畳み込まれて漂白されてしまったさまざまな価値というのを見てきた。それを保全した方がいい。そこに人間の人間たる豊かさがあるからなんだよね。アメリカ強かったからね。さっきアメリカが世界を支配していた時代っていうのが、1980年から今でも、もう今はもうもう承諾してる始めてると思うんだけど、お金を持ってコミュニケーションしようっていうのがアメリカの建国の基本的なシステムだったと思うんだよね。でそこに世界が引っ張られてきたと思うんだよね。でも実は価値は多次元的だし多層的だから、そこを保全したコミュニケーションが必要なんじゃないのっていうふうに思われ始めてきている。じゃあお金を使わないでどうやってコミュニケーションするのさと。で人類の最大の武器は個性と社会性っていう話をしたと思うんですけども、自分のその得意な自分の物語、自分の才能と言えないけどアイデンティティを含む、特徴特性、そして自分の行く道、それをコラボレーションするということが人類の最大の特徴なんだよ。でその社会性の担保のメディアとして、あれお金という数字でいいんだっけというふうな、この最強の2つの特徴のうちポイント、個性と社会性というもののうち、社会性コミュニケーション、価値コミュニケーション、コラボレーションの道具がお金であるというのは致命的だなと。資本主義はどうとか、そういう話じゃないんだよ。その人類にとっての最大の問題が貨幣システム、貨幣経済システムだと言っているし、少し話したそのさっきの個性、自分の存在を肯定する自分とは何かという確固たるセルフエスティームっていうんだけど、自己尊厳っていうんだけどがなくなっていること、これによって個性も喪失してしまっていると。この掛け算で人類生き残れない。個性、自分が自分たるゆえんと特徴を失ってしまう。そしてコミュニケーションにおいてコラボレーションができない、つまり一次元でしかコミュニケーションできない、数字でしかコミュニケーションできないっていうのは、もう2つの車輪が2つとも外れてしまった、そういうふうな状態だし、2つの羽がもげてしまった天使のような
状態が今の人類だと思ってる。両方とも取り戻さなきゃいけない。人間たるビッグイシュー、ビゲストイシューというかクリティカルイシューがこの2つであって、その中ではシステムとしての貨幣コミュニケーションシステムっていうのは最大の悲劇だと。それを復権させないといけないというふうに思って